さあ、今週も、ガンとチャンネルのですね、玩具レビュー生配信の方を始めさせていただきたいと思います。イェイ。おーはい。こちらにずらっと並べさせていただきました。今回はですね、ギャラクシーコンボイですね。こちらのトランスフォーマー CG 版のリメイクバージョンのギャラクシーコンボイ。ギャラクシーアップグレードオプティマスプライムですかを、レビューさせていただきたいと思います。イェイおおあの、実はですね、あの、僕一回中古で、これ持ってたんですよ。海外版のやつ。で、その時は本当に箱なしのですね、中古版のやつ持ってて、でね、それ一回売っちゃったんですよね。遊んで売って、売った後に、この DNA デザイン、DNA デザインから、アップグレードキットが出たんですよ。で、これでね、めちゃんこかっこいいやつになるのが分かって、で、日本語版が発売されたから、それね、慌てて買ったんですよね。だから、日本語版出た時に買って、で、これも買ったんですよ。で、買って、ずっと開けずに放置してましたというのを、今回ちょっとね、本日、開封の儀からですね、始めて遊んでいきたいぞということでですね、はい、相変わらず、初出しをこの生配信でぶっつけ本番でやってしまおうというね、やっつけの企画になっているんですけれども、はい、そちらの方をお付き合いいただければと思います。ということでですね、今回はこちらのトランスフォーマー CG 版の、ギャラクシーコンボをやりたいなと思うのとともにですね、はい、以前ですね、生配信でレビューさせていただきましたこちら、ドドーンね、元になりましたね。デラックス版というか、元になりました。当時のね、トランスフォーマーであるギャラクシーコンボイですね。大元元祖のギャラクシーコンボイ。それの、前回は、余剰パーツになっちゃうジェットパックまでもう全部合体したバージョンの、ソニックコンボイを俺合体で全合体やってみたぞっていうので終わってたんですけど、その後ですね、あの、これやってなかったなっていうことで、ライガージャックも合体させた、最強モードというかね、ギャラクシーコンボイ作らせていただいたんですけれども、最近ですね、もう一体ライガージャックを入手することができたので、ずっとやりたかったですね。ダブルライガージャック。これを俺合体でもうちょっとフルコンボモードを作りたいなと思いましたので、まあね、ギャラクシーコンボせっかくやるから、一緒くたにまとめてね、今回全部、まとめてお出ししちゃおうというね、そういう、ギャラクシーコンボイ、わがまま詰め合わせとみたいな感じの、はい、生配信にしたいかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、やれやれ。いやー、今日は、ちょっとね、バチさんね、今大ピンチの状態でして、あの、ちょっとね、今日も子供たちをね、朝から面倒見てて、で、映画連れてってたんですよ。ドラえもんの映画見てきましてですね。いやー、朝からね、で、ほとんど寝ずに、朝から、はい、映画連れてって昼飯食わしてっていう感じで、で、その後ホワイトデーのね、なんやかんやっていうので、買い物したりしてですね。で、帰ってきてのみたいな感じなんで、もうね、もう途中まで、もうほんとね、気絶するように寝ちゃいそうになってて、いかんいかんみたいな感じでね、ちょっと、視力を尽くして、
もう栄養ドリンク2本ぐらい飲んでですね、目の下真っ青でね、ゾンビみたいな顔してるんですけど、今。もう、で、大変。もう途中までずっと下痢してて。もうね、老体に鞭打ちまくり。で、もうね、もう、もうちょっとトイレ出ないと、今回もまた15分遅刻コースだぞと。焦りながらですね、なんとか、ちょびっとだけ遅れちゃいましたけども、なんとかね、前回のような大遅刻をせずに、はい、なんとか開始できてほっとしております。いやー、もうほんとね、体に鞭を打っております。皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。いやーね、もうほんと週末になるとね、いやーもう休みたいんだけど休めないっていうね、もう平日で死ぬほど疲れて、休日休みたいなと思ったら、もっと疲れるっていうね。だからね、もうほんとしょうがないから、もう意図的にですね、僕月曜日はもう明日ですかね。じゃあ、明日じゃあさってか。あさっての月曜日はね、だいたい毎週月曜あたりは、11時ぐらいまで、もう、半休というかね、はい、午前半休的な感じで、休みましてですね、もうとにかく1週間分の疲れを月曜日の午前中に取るというね、死んだように眠るっていうね、そういうサイクルでやってますけれどもね。もう、およそ40代後半のおじさんがやる生活じゃねえみたいなね。いやー、だからね、もう、ひいひい言いながら生きてるんですけれども、やっぱね、やっぱどっかでね、ご褒美タイムみたいなのないと、やっぱ人間ね、どっかで心折れちゃいますからね。うん。ということでですね、僕にとってのご褒美タイムということでですね、はい、毎週土曜日の9時半からですね、はい、ちょっとおもちゃで遊んで心を癒そうというね、そういう時間になっております。コメントいただいてますね。チアさん、こんばんは。CG ギャラコンは、発売当時、甥っ子にプレゼントして一緒に遊びました。どうも、チアさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いいですね。CG のね、ギャラコンは、すごくね、シンプルで遊びやすいんですよね。うん。で、サイズ感もね、そこそこいい感じの、うん、あれなんで、一応リーダークラスっていう感じなんですけど、そんなにでかくない、ボイジャーに毛が生えたぐらいのサイズ感なんで、遊びやすいですよね、子供もね。うん。非常にお子さんと遊ぶのにはちょうどいいかな、なんていうふうに思いますよね。ケイチ君、オツダブルライガージャック、なんと贅沢な。どうも、ケイチ君、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そう、このね、ライガージャック。これね、この前回のね、生配信でも言ってたんですけど、やっぱこのね、なんだろうな、マイクロン3部作のトランスフォーマーって、なんかこう、なんだろうね、ちょっと、勇者っぽいっていうかね、やっぱり勇者の、系風になってるのかなと思って、で、やっぱこのね、ギャラクシーコンボイって、やっぱなんか、ガオガイガになんか血脈が流れてるような感じがするんですよ。なんかこう、ガオガイガー0号機みたいな、そんな感じの印象が僕の中にあるんですよね。なんかこう、かっこよさみたいなのもなんかそういうのあるじゃないですか。なんかちょっとね、ガオガイガーチックだなっていうのがあって、でね、なんか、片腕だけごつくなるっていうのも、なんかゴルディマーグっぽいじゃないですか。だからこれはこれでいいかななんて思うんですけど、やっぱね、僕の中のですね、僕の中のちびっこ魂がですね、両腕をごつくせよと、言うんですよ。もう確かにそりゃそうだと。両腕、
両腕ゴルディマーグ的な感じでね、やっぱりこうしたいなっていう、やっぱそういうね、浮気心的なのがやっぱりどうしてもありまして。で、ライガージャックってね、これブラックバージョンもあるんですよ。名前、ブラックライガージャック、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ブラックバージョンがあるんですね、実は。だからね、実はそっち狙ってたんですよ。で、右通常ライガーの左手がブラックライガーみたいな感じでやりたいななんて思ってたんですけど、すっごいずっと張ってるんですけど、出ない。出ないし、出たとしても、ちょっと手出ないですね。もうとんでもない高い。だからね、ちょっと無理だなと思って、で、通常ライガー自体もそんな出ないんですよ。うん。で、出てもまあな感じの、ちゃんとフルコンボで揃ってるやつもね、まあまあ高いです。だからね、結構通常ライガー自体もね、なかなか手に入んないんですけど、いい出玉が出たんでね、いやもうこれはブラックなんて贅沢なこと言ってる場合じゃないということでですね、こいつを落とさせていただきました。ね。なので、今回はちょっとダブルライガーもちょっとやりたいななんていうふうに思っております。ケイタさん、こんばんは。デラックスも良かったけど C 字版も楽しみ。あ、どうもケイタさんよくお越しくださいました。ありがとうございます。ね、この C 字版ね、いや、僕、前触ってたのは海外版なんですけど、多分ほとんど仕様同じですよね。うん。で、実はまだ開けてないんで、日本版よく知らないんですけど、多分同じだと思います。でね、やっぱね、すごく遊びやすいですよね。まあもちろん、デラックス版はね、もうめちゃめちゃ遊びやすくて、でね、もうギミック完璧で超完璧なんですけど、やっぱね、CG 版は、まあちょっとね、デラックス版とはまたちょっと違った遊びがあって、なかなかいいんじゃないかなと。前回のナイトオープンもね、2種類ね、並べて、遊びましたけれども、今回も2種類並べて遊ぼうというね、トランスフォーマーリメイク前と後で一緒に並べちゃおうぜという企画でございます。男仮面ライダーセイバーさん、こんばんは。よろしくお願いします。俺がったい研究所さん、大丈夫ですか？俺がったい研究所さん、終わったらゆっくり休んでください。どうも、男仮面ライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやね、なかなかね、ゆっくり休むっていうのも難しくなってきててですね。やっぱね、なんだろうな、普通の感じで漫画寝ちゃうと、ほんとね、なんもできないんですよね。びっくりするぐらいね。ほんと仕事行って、家帰ってきて、で、家族と時間過ごして寝て終わるんですよ、一日が。でね、それが一週間ずっとじゃないですか。だからね、何にもできないんですよね。だから、ね、この生配信やった後にサムネ作ったりね、ショート動画作ったりするだけでもね、もう結構な作業量あるんですよ。だからね、そういうのとか、あとはやっぱミニプラとかを作るとかね、そういうことを考えると、やっぱね、何かを犠牲にしなければ、何も前に進まないっていうジレンマがあって、いや、だからね、難しいですね。人生ってのは本当に時間が足らん。なのでですね、ちょっともう、体の踏ん張りが効くうちに、ちょっとね、踏ん張りを、目いっぱい取っとこうかなというふうに思っている次第でございます。お心遣いありがとうございます。チェアさん、うちも嫁さんと祈願城を見に行く予定です。あれですね、その、ドラえもんのね、新しい映画ですね。あのーいや、非常にね、良かったです。めちゃくちゃ良かった。でね、子供がね、やっぱ映画見に行きたいって言って、
ったんで、まあ連れてったって感じなんですけど、まあ子供のリクエストで行ったって感じなんですけどね。まあ僕はもともとその昭和のドラえもん見てた世代なんで、で、まあ元になったね、海底祈願城も見てたんで、いや、なんか懐かしいな、なんつってね、おぼろげに覚えてる程度だったから、全然、楽しめました。ストーリーほぼほぼ一緒でも楽しめたって感じなんですけど、やっぱクオリティが全然違いますね、アニメの。うん。僕の知ってるドラえもんじゃねえみたいなね。その前回の異世界物語でしたっけもう見に行ったんですけど、うん、今回ね、2回目、2連作で見に行ったって感じですね。まあでもね、なんだろうな。まあこういうこと言うとまたね、変な感じになっちゃうんですけど、老害っぽくなっちゃうんですけど、やっぱりね、やっぱりなんですけど、うん、ドラえもんは大山信代なんだよなっていうね。まあ、無茶言うなって話ですけど、やっぱね、信代ドラなんですよね。うん、やっぱどこまで行ってもすっごいね、違和感が拭えないというか、なんか、うん、大事な何かが足りないっていうのをずっと感じてしまう自分がいてですね。っていうことを言っちゃいけないんですけどね。言っちゃダメよっていう風潮なんですけれども、どうしてもね、やっぱ昭和、あまりにもちょっと存在でかすぎたからね。うん。難しいですよ。だって、今からね、悟空の声が変わったら、多分入れないでしょ。ストーリーの中に。やっぱ、ちょっとね、レベル違うんですよね。だって、ルパン三世のクリカンだって、やっぱちょっと無理ありましたもんね。うん、だからね、いや、ちょっとね、そういうのを少し感じてしまったおじさんがいましたね。うん。あとね、絵が綺麗すぎる。絵が綺麗すぎちゃったね。うん。あ、いや、いいことなんですよ。めちゃくちゃクオリティ高いんですよ。もうびっくりするぐらい。本当にね、超クオリティ高いアニメって感じで、すごく素晴らしいです。すごく素晴らしいんだけど、なんだろう。ドラえもんで、そのクオリティは逆にっていう、なんかちょっとそういうね、意地悪な感じがね、ちょっと出ちゃいましたね。なんか、うん、こういうめんどくさいやつが、単純に楽しめばいいところを、なかなかあんまり楽しませてくれないというね、ちょっとジレンマを抱えながらちょっと見てた感じですかね。うん。いや、でもね、さすが藤子 F 不二雄さんの原作アニメでですね、非常に面白く見れました。楽しかったです。スネマさん、こんばんは。先週は、無駄欠席、無断欠席ですかね。無断欠席すみませんでした。本日もよろしくお願いいたします。スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやいや、何をおっしゃいますやら。あれですよね、九州ミニプラオフ会でしたよね。確かね、先週って。うん。いやお疲れ様でございました。こちら、ね、またね、ご参加いただけてるだけでも、こちら大満足でございますので、いつもありがとうございます。いや、でもね、九州ミニプラオフ会もね、非常にこう盛り上がったみたいで、X で拝見してるだけですけれども、うん、いや、すごいなと思いました。ね、めちゃくちゃクオリティ高い作品がね、やっぱ九州の方多くて、やっぱね、あれがあればね、機会があれば、本当にね、参加したいなと思うのは山々なんですけどね、僕にはそういうね、行動力がないものでね、なかなか叶わない夢ではあるんですけれどもね、うん。いつも羨ましいなと思いながら見てます。えっと、ミミさん、ミミ T6H さん、こんにちは。ミニプラブンブンジャーの動画見てかっこよかったので真似しました。あ、どうも、ミミさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ミニプラブンブンジャーのやつ見ていただいたんですね。ありがとうございます。いやね、そうそうそう。今ね、ミニプラブンブンジャーロボは、ビンビンマッハロボまでね、完成した状態で、あの、チャンピオンキャリアね、実はもう、半分ぐらい作ってはあるものの、なかなか手がソードがね、始まっちゃったから、そこで止まっちゃってるんですよね。いや、本当は、チャンピオンキャリアも作り切って、で、実はですね、その後ですね、あの、チャンピオンキャリアと、あの、ブンブンジャーロボワンマンナインと、ビンビンマッハーロボと全合体させたやつっていうのもね、ちょっと構想に入れて、はい、作っているものの、なかなかこう、最後までいかずみたいなね。いやー、なかなか難しいところでね、なんとかね、もうやりたいことが山ほどあるんですけどね、もう僕にね、本当にロト7でも当たれば仕事なんかやめてですね、ミニプラ作成三昧をやりたいなぁなんて思うんですけどね、なかなか神様が許してくれず、いやもうほんとね、でもあれほんとみずほ銀行あれちゃんと配ってるんですかね。なんかね、関係者の中で回してんじゃないのっていうね、疑いの目がね、どうしてもちらついてしまうんですけどね。いやもうね、本当に配っているのであるならば、もうロト7とか、ロト6とかで人生上がりになりたいですね、本当に。そうすりゃこんなヒー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 言わずにね、のほほんとミニプラ作ってね、余生が遅れるんだけどな。くそー。難しいもんですね、あれ。ね、数字6個当てるだけで人生上がりなのになって。いつも思いますね。男仮面ライダーセーバーさん。この前はごめんなさい。参加できなくて、今日はいつも通り最後まで参加できます。あ、いえ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 、いつもね、ご参加いただきまして、こちらこそありがとうございます。もうね、もう参加していただけるときに参加していただけるだけでもう、こちらが大満足でございますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ケイタさん、今日こそ、えー今日こそ疲れる気がする。ロボ玩具で癒してもらうしか。確かに確かに。もうね、ロボ玩具を触るときに、もう唯一、このね、精神的な、この心の呪縛から解放されるというかね、ありますよね。うん。だからね、もうね、最近はね、意図的に、自分のね、生活圏内の中に、あの、ロボ玩具を置いてますね。でいじれなくても、やっぱこう目にね、映るところにあるだけで、もうだいぶ心のね、疲れ方が変わりますんでね。前回、前回というかね、以前やりました、全開者の全合体のやつ、崩さないで、そのまんまですね、家の、出窓のところに飾ってですね、はい、今はね、全開者全合体ロボを眺めながら生活しております。しばらく前は、あれを飾ってました。G12 を飾ってたんですけど、今はね、全開者全合体を飾っております。ミミさん、トランスフォーマーだったらトランスフォーマー GO が好き。ああ、いいですね。もうほんとトランスフォーマー GO は、もう僕の中でも、あれですね、俺合体の元祖というかね、俺合体っていう言葉を、最初に教えてもらったのがトランスフォーマー GO でしたね、僕は。うん、当時はね、トランスプレイから入ったんですけれども、トランスプレイ、トランスフォーマー GO の、ね、合剣山のね、トランスプレイがなければ、多分俺合体研究所っていうのはなかったですね。あの、合剣山のトランスプレイが、俺合体が、ちょっと異次元にレベル高すぎましたね。
あれはね、ちょっと当時ブログ文化絶世時代だったんですけど、もうブログで、いやもう本当今のね、話まんまなんですけど、もう当時ね、もう生活に疲れ切って、とんでもない状態だったですね。もう、うつ病一歩手前ぐらいまで大変で、その時ね、夜中仕事してて、その夜中仕事してるね、合間にちょびっとだけブログでね、見つけて、たまたま本当にね、見つけたんですけど、その時にね、ブログで、あの、ゴーケン山のね、トランスプレイを紹介しているブログ見つけた時に、ちょっとね、衝撃走っちゃってね、何これって、めちゃめちゃかっけえっつって、もうそれ真似したくてどうしようもなくて、で、それでね、トランスフォーマーゴーケン山はね、買いましたね。当時そのおもちゃを買うとかっていうのはなかったんですけど、ゴーケン山だけはちょっともう何としても手に入れなくてはっつってね、手に入れましたね。で、当然ね、仕事もめちゃくちゃ忙しくて、ゆっくりね、遊ぶ時間なんていうのも当然なかったんですよ。子供も赤ちゃんの時でしたし。だから、いじくれないんですけれども、やっぱりね、こう、中古で買って、もう夜中ね、本当に、クライアントに、原稿を送って、返事待ちしている間に、もう、ちょこ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 っつってね、触って、こんなんなってるんだみたいなね。もう当時はもうトランスフォーマーなんてのも本当にとんと何十年触ってない状態だったから、そっからね、合剣山めちゃめちゃステップ数多いじゃないですか。もう、知恵の輪で、何なのこれっつって、絶対説明書なしではできないなんて思いながらやりながら、ね、トランスプレイ真似してやってみてね、その時の感動はもう本当忘れられないですね。いやー、本当に素晴らしいと思います。折を見たら、ちょっとトランスフォーマー GO もやりたいなと思っております。えっと、男仮面ライダーセーバーさん。今日明日はお休みで、今日明日はずっと家にいます。来週は仕事4日間で、金曜日は祝日でお休みですが、来週の土曜日は映画2本と秋葉原のビッグカメラ東京駅の仮面ライダーストアに行きます。今集め中の仮面ライダーストア限定ソフビ重塗装バージョン、一旦コンプリートするので楽しみです。あ、なるほど、素晴らしいですね。いや、お休みはね、コンスタントに取った方がいいと思います。お前が言うなって話ですけれども、いや、ぜひぜひ。仮面ライダーね、素晴らしいですね。やっぱり仮面ライダーはね、コンスタントにいっぱいね、ずっと、一定のね、おもちゃが出続けてますからね。非常にいいと思います。で、最近は SH フィギュアーツでね、ギーツ9か。ギーツ9の予約も始まりましたしね、あれかっこいいですね。ギーツ9ね。で、しかもね、羽がね、軟質パーツでこう、ヒラヒラするっていうのもね、なかなか素晴らしいですよね。MKMK さん、こんばんは。あ、どうも、MKMK さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。男仮面ライダーセイバーさん、ビッグカメラ秋葉原では特撮アクションフィギュアギャバン武士道ウルトラソフビ、ギャバン武士、どこだあれどっか行っちゃった。あ、なんか画面がピュンって飛んでって、どっか行っちゃった。あれここだ。ギャバン武士道ウルトラソフビウルトラマントリガートゥルースを買います。取り置きしてもらっているので来週土曜日買います。来月は特撮アクションフィギュアギャバンルミナス仮面ライダーアクションフィギュア仮面ライダードーン仮面ライダーアクションフィギュア仮面ライダー Z オルデルム特撮アクションフィギュアギャバンです。ゴジラアクションフィギュアシンゴジラ買います。いろいろ買うものがいっぱいあるんですね。いや特撮関連の商品にね、もうぜひぜひお金を流していただくというのがね、
もう特撮文化をね、こう、飛躍的にね、する原動力になりますから、いや、それはね、素晴らしい大きなお友達がね、その力をこうね、特撮界隈に授けるというね、素晴らしい行いかと思います。ケイチ君、リメイク版はアドオンパーツも揃えたくなりますよね。いや、もうほんとそうですね。今回、このトランスフォーマー CG の CG 版のギャラコンを、日本版をね、やっぱ買おうと思った原動力はやっぱこれですね。DNA デザインのアップグレードキット。これね、めちゃんこすごいんですよ。後でやりたいななんて思うんですけど、あの、ギャラコンって結構ね、この CG 版のギャラコンって、ウルトラマグナス、CG 版ウルトラマグナスのリデコなんですよ。だから、このギャラクシーコンボイ用に開発されたものじゃなくて、もともとウルトラマグナスで開発されたものを仕様変更してギャラクシーコンボイっぽくしているっていう商品なんですね、これ。なんで、まあ、それはそうなんですけれども、やっぱこう、体系的に、ウルトラマグナスに準拠してるんですよ。で、まあもちろんこれでも全然素晴らしいんですけど、やっぱ各所違うんですよね。やっぱ元のギャラクシーコンボイとは。でそこに、アタックしてくれてて、こう足がね、すごく長くなったりしてね、非常にね、スタイルがかっこよくなってるんですよ。こっちに比べて。で、またね、この、一番は、このね、キャノン砲これね、裏面、ほとんど空洞なんですよね。で、それが、立てた時に、正面向いちゃうんですね、空洞面が。で、これがね、非常にこう空洞が目立っちゃう構造してまして、でね、それがね、この2パーツがあって空洞を隠してくれるっていう、これはね、本当に致命的な部分だったんで、ここにね、ちゃんと、フォーカスしてくれるっていうのは、やっぱさすがね、アップグレードキットだなというね、感じなんで、ちょっとね、これ、はい、合わせてやっていきたいなと思っております。はい、ミミさん、毎回ショート動画で配信見たいなって思ったら今日見れた。だいたい睡眠時間を犠牲にするしかない。ここか。毎回ショート動画で配信見たいなと思ったら今日見れた。どうもありがとうございます。もうね、ほんと、ショート動画ね、一生懸命作ってみんなにね、来ていただきたいなと思います。思いながらちょっと作ってるので、そう言っていただけると非常に嬉しいです。ありがとうございます。ケイチ君、だいたい睡眠時間を犠牲にするしかないのよ。もうほんとそうですね。もう寝てる時間が一番もったいない。もう、社畜みたいなこと言ってますけど。そうなんだよな。ただね、寝るとさ、ほら、あの、かん、なんだろう、すっ飛ぶじゃん、時間が。もったいないけどね。体が回復するからいいんですけど、体が回復するから寝なきゃダメなんですけど、ちょっと長すぎんだよな、あれな。なんとかなんないのかね、あれね。もう構造上、そうなんですけど、8時間とか7時間半はちょっとボリすぎよ。3時間ぐらいで、なんでやってくんなかったんだと神様にちょっとクレーム入れたいですね。オトカメライダーセーバーさん、自分も水田わさびさんではなく、大山信代さんのドラえもんです。やっぱ大山ドラですよね。でもね、大山ドラなんだよな。決して悪いと言ってるわけではないんですよ。わさびさんをね。いや、それはそれで素晴らしいと思いますけど、やっぱね、それで育っちゃったっていうところですよね、我々がね。山中幸雄さん、主さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。今日は Amazon で無限版シリーズの無限ヒーローズイーグルショットを買いました。どうも、山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。
あ、無限版シリーズね。あ、それは素晴らしいですね。イーグルショット。ああ、なるほどね。でも、あ、イーグルショットって、最初のブルーのやつでしたっけ？うん、あれも、無限バインもね、すごいいいんですよね。僕は基地のやつが好きですね。持ってなかったんですけど、あれ、いいなと思いました。基地からさ、出てって、で、それが、基地がね、マシンモードとアニマルモードになって、で、コアになる無限バインにアーマーがね、合体して、強化合体になって、で、それが3体いて、で、その3体がね、基地に当たる箱まで含めて全合体して、巨大なでっかい無限バインになるっていうね、のがあったんですよ。何シリーズっつうのか、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あれがね、すごくいいなって思いつつ、変えず終わりましたけれども、うん、無限バインもいいシリーズですよね。男仮面ライダーセイバーさん、野沢雅子さんが、変わる前にドラゴンボール完結すると思います。久しぶりに公開したドラゴンボールの劇場版神と神は、GT の間であり、GT までで、いよいよ終わりに、少しずつ向かっていると思うので、変わる前に、完結だったと思います。なるほど。そうなんですね。僕実はね、新しいドラゴンボールとか全く追ってないんですよね。ここら辺もちょっと面倒くさい性分で、もうはっきり言うと僕、ドラゴンボールって、あの、フリーザ編まででいいかなって思ってた部分だ、という人間でして、で、まあ、言ったとしても、セル編まででいいかったかなと。セル編であれで完結でよかったんじゃないのっていうふうに思っちゃうタイプなんで、魔人ブー編はほんと打足っていうね、感じ。僕の中ではね、もう魔人ブー編すらもう存在していないという感じでもう、になっちゃってるんで、魔人ブーすら打足と思ってるので、ドラゴンボールスーパーなんてもうとんでもないっていう感じになっちゃってたんでね。だからあんまり追ってないんですよね。GT は GT で、あれは別世界だからいいやっていう流れ、まあでもそうは言ってもあんま見てなかったんですけど、やっぱりなんかこう、フリーザ編はちょっと超えられないですよねって、ちょっとね、ここでもまた老害っぷりを大大発揮しちゃってるんですけれども。でもね、漫画ってそうじゃないですか。やっぱ万人受け狙うとダメじゃないですか。だからどうしてもね、展開考えるとどっか切り捨てなきゃいけないですよね。だから僕は切り捨てられたような人間でして、で、それで正しいと思いますしね、僕は自身も。で、まあ、切り捨てられるような僕みたいな老害はですね、自分の心の中で決着をつけてですね、僕の中ではここまでで終わりなんだと、あの、言い聞かせるだけでいいんですよ。文句とか言っちゃダメなんですよね。そういうのでね。今ここで盛大に文句言ってるんですけど、文句じゃなくて僕の中での話ね、あくまでね。いや、好きな人は全然いいんですよ。全然好きでいいんです。それで大正解。僕はそうだって言ってるだけでね。ジョジョもそうなんですよ。僕の中でジョジョも、第5部で終わってるんです。第5部のジョリーン編っていうのはないんですよ、僕の中ではね。で、ジョジョリオンは別の漫画です、あれは。ジョジョじゃない。というね、非常にね、今日はなんか老害っぽいことをいっぱい言ってますね。よくないよくない。やめましょう。山中幸雄さん、3段階できるロボはとてもすごいですね。山中幸雄さんから、スパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。確かにね、やっぱりね、ロボはね、ギミックがでかいって、ギミックがあるっていうのが、やっぱりでかいですね。ミミさん、チャンピオンキャリア、自分なりで作ってます。難しい。
今、キングオージャーのミニプラを全合体頑張ってます。あ、いや、それは素晴らしいですね。チャンピオンキャリアもぜひぜひ頑張って作ってください。いや、もうね、あれもね、ブンブンジャンもね、作るとすごく楽しいですからね。うん。あ、キングオージャーも頑張ってらっしゃるということでね。うん、僕、キングオージャーはね、全部間に合ったんですよ。だからね、キングオージャーは全部作りました。いやー、キングオージャーのミニプラも大傑作ですよね、あれ。いやーもうね、作った時のね、もう充実感は半端なかったですね。かっこいいしね、単純に。うん、だからもうぜひぜひ、ミミさんも頑張って、最後まで作られると素晴らしいと思いますので、頑張ってください。と、いつまで、ミミさん、いつまで、配信するんですか？あ、耳だけでいいです。あ、ありがとうございます。いつもね、わかんないんですよね、こればっかしは。おもちゃ触ってて、で、なるべく、2時間ちょいで終わりたいといつも思ってるんですけれども、あの、だい、結構過ぎちゃったり、盛り上がっちゃうとね、3時間近くやったりしてます。だから、眠い方とか、明日ある方とか、ぜひ、飽きちゃった方とか、もうぜひ、途中で離脱されていただいても全然結構で、あれです、当チャンネルはですね、非常に緩いので、入退室自由でございますので、はい。見たい時に見て、疲れたら休むというね、そういうことを推奨しておりますので、ぜひぜひ、あの、気楽に、ご参加いただければなと思います。あ、そして耳だけでいいですということで、ありがとうございます。ケイタさん、RPG だと中盤で、ゴールドが余り出す頃なんだけど、人生はそうならんな。本当ですね。RPG みたいに頑張れば積み重なって、その分だけ、成果、結果が出るっていう人生だったら、どんなに楽だろうってね。本当理不尽ですからね、この人生っていうゲームはね、本当に。一生懸命頑張ってレベル上げをめちゃめちゃね、何十時間もかけてレベル上げしたのに、ある日突然、はい、そのレベル上げ関係ありませんつって、レベル自体がなくなっちゃって、はい、ゼロから、はい、やり直しっていう感じになるんですよね。もう、そんなんばっか。全然ゴールド余らないんですよ。経験値最初から取り直しっていうのばっかり。もう辛いね。男仮面ライダーセーバーさん、自分この前、土曜日、仮面ライダーストア東京に時間指定で入れなくて、今週日曜日、仮面ライダーストア東京に入り、やっと限定ソフビ、中塗装バージョン、龍騎ファイズカブとできたので、残るは来週土曜日のブレイド、響き、牙、来週19日発売の、アギトのクリアファイルを買います。いろいろ大変ですね、仮面ライダーを追ってるとね。いやー、それは非常に素晴らしいと思います。スネマさん、宝くじは勝率4割くらいのマイナスサムゲームだったはずなので、当たりくじを配っても、販売元が6割は売り上げ入る仕組み。そう。そう、ここであんまりね、そういう金銭的なあれを言うのもあれなんですけども、そうなんですよ。テラセンがね、すごすぎるんですよね。殿様商売もいい加減にしろってぐらいやばくて、しかも、あの、確率論的におかしいことがあまりにも起こりすぎてるんですよね。でも、不思議にこんなに YouTube がここまで発達してるのに、あの、この闇に切り込む YouTuber が誰もいないんですよね。2ちゃんの時は、めちゃく、いたんですよ。2ちゃんにね、ナンバーズロトイタっていうね、あの、ナンバーズロト関係の、情報をシェアする、板というかね、版があったんですよ。で、そこでね、結構ね、毎夜毎夜スレッドがね、立ち上がるぐらいには盛り上がってたんですよね。
で、そこで結構ね、情報とか出てたんですけど、確率をね、統計学的に確率を、算出する猛者がいましてですね。で、その猛者が、過去のデータとね、公表されている都道府県での、当選率のデータ照らし合わせたところ、あの、確率論的にありえないようなね、データの偏りが出たりして、だからね、いや、これ、みずほやってんなというのはね、あったりするんですけれども、YouTuber ではそういうこととんと見ないですよね。なんかそういうの専門的にやってくれるチャンネルがあったらチャンネル登録するのにな。まあでも、まあ、あれはね、本当に、なんかね、よく言いますよね。その情弱税みたいなね。宝くじとかね、ミニロトとか、みずほ銀行がやってるやつに金払うのは、情弱に対する罰金というか、税みたいなもんだって言いますからね。まあ難しいですけど、まあ夢がありますからね、学的にね。うん。あと、ミミさん、Go は1体だけで楽しいけど、3体いれば合体できるし、順番みたいなの変えれば全く違う見た目になるのが好き。いや、もう本当、そうですね。もう、なんだろう、トランスフォーマーでゲッターロボやってるみたいなね。うん。あれがもうちょっとギミック的に異次元すぎるんですよね。で、可動箇所がめちゃめちゃあるんで、だから、あの、俺合体のやり方がね、もういかようにもあるっていうね。で、組み合わせもありますし、組み合わせ以下でもうなんか無限の遊び方ができる感じがあって、すごいですよね。あれが多分最終形ぐらいに考えてますからね、僕。でもね、あれで本当にいろいろこう人生救われたみたいなのがあるんで、いや、素晴らしいと思います。オトカメライダーセーバーさん、自分は全部ですが、中でも一番好きなのは CG 版ビーストウォーズシリーズ、実写版トランスフォーマーシリーズです。母は、CG 版ビーストウォーズシリーズ、実写版トランスフォーマー大好きです。あれですね。ビーストウォーズね、最初の初期のやつとかね。ビーストウォーズ2だとね、ちょっとアニメの部分になっちゃいましたけど、最初のね、やつは、オール CG 版、CG でね、やってましたね。イボンコぴったんこのやつですよね。僕も、うちの子供に見せてました。イボンコぴったんこは。いや、やっぱね、また、ね、今、あの、実写版のね、劇場版の方でもうビーストウォーズね、ビースト覚醒がね、あって、プライマルの方の戦いになってきてますから、まあそこら辺もね、楽しいとこですよね。だからビーストウォーズファンは、これから熱い感じになってきますよね、実写版の方は。いや、素晴らしいと思います。ミミさん、ビーストウォーズもいい。昔の良さみたいなのがある。やっぱね、ビーストウォーズやっぱね、リアルなんですよね。あれがね、ビースト形態の時がね、もうめちゃリアルだから、楽しいんですよね、結構ね。合体とか変形させてもらう。やっぱ僕、マグナボスが超好きで、で、マグナボスね、ちょっと俺合体したものをね、X で上げたりしてたんですけど、いやそれのね、完全版を一回ね、組み立てたら、ちょっと生配信でやりたいななんて思ってるんですけどね。ちなみに、今ね、あの、話題に出ましたので、ちょっと今パッと出ましたの。これですね。ダダン、ビッグコンボイ。この生々しさがいいですよね。生々しさがね。ちょっとね、パッと今転がってるやつを持ち上げただけなんで、ちょっとパネルとかね、ちゃんと入ってないんですけど、いや、このね、マンモスがちょっとたまらんのですね。
うちのチビンもね、マンモスが好きなんで、もうビッグコンボイね、めちゃめちゃヒットしたんですよね。ビースト系もね、ビーストウォーズ系もちょっとね、折を見て、生配信でね、題材で取り上げたいな、なんていうふうに思っております。オトカメライダーセイバーさん、いとこは CG 版ビーストウォーズシリーズ大好きです。素晴らしいですね。ミミさん、無理かもしれないですけど、今度の配信、シンカリオンチェンジ・ザ・ワールドのはやぶさ輝きを俺合体してほしいです。ありがとうございます。チェンジ・ザ・ワールドのはやぶさと輝き。はやぶさと輝き。最初の2体か。2体合体ってことですかね。3体合体じゃなくて。確かに確かに。2体合体もいいですよね。あれなんですよ。一通り、合体遊びのメインところを生配信でやらせていただいて、シンカリオン側では、ドクターイエローを、基礎にした強化合体と、であと、カオスシンカリオン。敵側ではね、カオスシンカリオンやって、で、これでね、対決セットで遊ぶっていうのを生配信でやって、はい、ゴリゴリに満足したんですけど、その後ね、またちょっといろいろ、はやぶさのブラックバージョンとか、あと、今まで変えてなかったやつを、いろいろこう仕入れちゃったんですよね。チェンジ・ザ・ワールド結構、ほぼほぼコンプぐらい買っちゃって、だからね、どっかでまたチェンジ・ザ・ワールドをやりたいなと思ってたので、はい。その時ね、ちょっと二体合体っていうのやってなかったんで、そこにもね、ちょっとチャレンジしてみたいかなと思います。ありがとうございます。リクエストいただきまして。ちょっと検討したいと思います。仮面ライダー、男仮面ライダーセーバーさん、自分が最初に買ったのはトランスフォーマーの初代を元にしたコンボイとメガトロンから買い始めました。もうかなり前ですね。初代って言ったら、初代のコンボイメガトロンったらもうかなり前ですよね。僕も子供、僕でももう全然前ですね。僕よりも全然お兄さん世代というか、うちの10個上のいとこの兄ちゃんがいたんですけど、このいとこの兄ちゃんがトランスフォーマー初代世代でしたね。僕は、もうメインでリアルタイムって言うと、結構ね、ヘッドマスターズとかぐらいに201、201O か。201O ですね。で、しっかりとトランスフォーマーファンになったのは、結構ヘッドマスターズあたりからですね。そっか、201O ですね。メトロフレックスあたりからですね。だから 201O ぐらいか。だからその前の初代のトランスフォーマー系は、かなりお兄さんですね、僕の中では。なるほど。素晴らしいと思います。そこからずっとね、トランスフォーマーいじくられてて。オトカメライダーセーバーさん、久しぶりに買ったのが2023のトランスフォーマービースト覚醒でした。ビースト世代だったのと、大好きなので欲しいと思い買いました。プレミアムバンダイでの販売 SH フィギュアーツ仮面ライダーギーツ9は品切れ中でバンダイの売り方が汚らしく他の YouTuber さんが言ってました。SH フィギュアーツ仮面ライダーギーツ9再販すると思います。なるほどね。ギーツ9ね、もうすぐあれですね、予約ね、売り切れになっちゃったんですよね。そうなんですよね。で、なんだったっけこれ、ギーツナインじゃなかったか。最初の、一人のね、個数制限が6個とかっていう、なんかえぐい数値で設定されたりしてるんですよね。で、
プレミアムバンダイとか、ああいう系の公式の販売サイトって、大体ね、予約販売の時に、ボット常駐されてるんですよ。で、中国の、仲買業者とか、あと、あれとかね、中国側の方に持ってって、日本限定版を、中国で、売りさばくね、中間業者みたいなやつらが、ボット使って常駐してるんで、で、予約始まった時にね、人の手でこう、ポチポチなんてやってたら絶対間に合わないんですよ。なんで、そう、そういう人が、上積みの部分がごっそり、持ってっちゃって、だから、それがね、1アカウントで6個とかじゃないですか。で、そういうところの業者ってボット使うのに、複数アカウントで同時にボット回すんで、一気になくなっちゃうんですよね。で、だからといって、じゃあそういうの対策どうすりゃいいのっつったら、ね、1アカウント1アカウント全部を精査するなんて、一民間企業ができるような労働量じゃないんで、じゃあ、どの線引きで、買わせる、買わせないみたいなのがあるかっつったら、市場主義、ね、資本主義の世界において、そんなことできるわけないんで、あの、できないんですよね。水際対策ってのが。ってなったら、じゃあどうすんのっつったら、もう、個数制限して、1人1個とか、2個にしないとダメなんですよね。で、世の中の人が、売れき目に合わないぐらい、最初にこう、飽和戦略取ってやるしかないんですよね。で、もう転売しても儲かんないっていう形を取らないとダメって言うんですけど、でも、限定版ってこの理屈通用しなくて、限定版とか、買いにくいね、SH フィギュアーツの技術内もそうですけど、そもそも、生産する個数少ないような商品っていうのは、あの、中国の仲買がね、一気にドスカッと、でっかい部分のね、ボリュームを買っちゃうんですよ。でね、網網の問題があって、網網ってあるじゃないですか。あれ、大網商店っていう仲買業者なんですけど、元になってるね、正体が。正体っていうか、ね、もうそもそものその企業は、大網商店っていう仲卸業者なんですよ。で、こいつが紳士協定で小売店に流さなきゃいけないところを、その紳士協定破って、日本市場に回す商品の半分ぐらいを中国に横流ししてたんですね。っていうのがバレちゃったんですよ。で、それがバレちゃったけど、バンダイ側としては、仲買業者とはお得意様なんで、まあ強いこと言えず、紳士協定なんで、しょうがないんですよね。義務もないんですよ。従う義務とかも。だから、異例のバンダイからお願い通知みたいなのも、各仲買業者の方に流したやつが内部リークで出ちゃったんですよね。で、その時に、名指しはされなかったんですけど、そういう業者がいますのでって、これだと市場が壊れちゃうから自重してくださいみたいなのがバンダイからお達しが来たっていうね、なんかすごい話があったりするんですけど、まあそういうのね、闇が結構深いんですよね、そこら辺。だからね、難しいですね、そういうのを制御するっていうのは。ちょっと無理くさいっていうのはありますよね。だからもう本当に単純にこう計算するんであるならば、もう本当、スイッチ2的な感じのね、もう本当にがっつり絞るっていうやり方をしないとダメですし、日本市場守るっていうんだったら、日本市場と海外で完全に分けて、ね、リージョンで分けちゃって、そもそも、使うことができなくしちゃうとか、うん、それレベルのことをやらないと、ちょっとこの問題っていうのは解決しないでしょうね。特におもちゃとかフィギュアとか、
そういうのはちょっと対策しようがないと思いますね。ライムさん、こんばんは。DNA アップグレ、アップグレキットやん。どうも、ライムさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。はい。ちょっとね、今回はこれをやりたいなと思います。もうね、やりたいなと思いますって、もう1時間くらい喋ってますんで。やばいやばい。ちょっとね、そろそろ触り始めないと、もう本当に何もできずに終わってしまうので、はい、ちょっと触りながらちょっと喋っていきたいなと思います。まずはね、ちょっと本題のこいつの方から触っていきたいと思います。その前に、こいつを置くスペースがあるかどうかだ。よっ。ほ。はい、ということで、ようやっと申し訳ございません。雑談ばっかりしちゃってて。はい、こちらですね。ドドン。はい、CG 版のギャラクシーアップグレードオプティマスプライム。こちらの方を触っていきたいと思います。もうほんとね、ガチで開けてないんで、今から開封の儀を行いたいと思います。いやね、もうこれもね、事前にやっときゃよかったんですけど、もうその時間もなく、ちょっと開けて遊んでいきたいと思います。よいしょ。おー、来ました来ました。これ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 。これです。まあね、毎回思うんですけど、この輪ゴムね。この輪ゴム嫌い。だね、この、開けた時のわーっていうのが、この輪ゴム外すとかさ、プチプチでぐるぐる巻きになっているやつのプチプチを剥がす作業とかで、この感動がね、薄れちゃうんですよね。この輪ゴム、本当に。いや。はい。輪ゴムを外せました。よいしょ。失礼。おー。素晴らしい。よっ。まずは、ここら辺からね、見ていきたいなと思います。はい。これが、巣の、ちょっと。はい、こちらが、巣の CG 版ギャラクシーコンボイですね。おー。いや、これもね、かっこいいですよね。うん。すごくかっこいい。顔もね、凛々しいし。うん。ただね、ここがちょっと開いちゃうっていうのが、ちょっとね、たまに傷だったっていう感じなんですよね。でも、うん。すごく、あれですね。もう僕ほんと久しぶりに触ったんですけど、いやー、うん。遊びやすそうな感じがすごくあって、でね、当時やっぱ言われてたのが、ちょっとこう、寸胴というか、やっぱちょっと小太り感がある銅っていうので、結構ね、揶揄されてたというか、うん、ちょっとね、ディスられてたんですけど、いや、でもやっぱりこう、久しぶりに触った目で見ても、僕はあんまり気にならないな。むしろ、うん、どっしりした体型で、
それはそれで結構かっこいいと思いますけどね。うん。なんかこう力強いスタイルで、まあまさにね、なんかこうガオガイガーっぽい感じはよく出ててかっこいいと思いますけどね。うん。当時ね、結構言われてましたね。ボロカスに言われてました。僕は全然そうでもないなと思ってたんですけどね。で、あとここね、ここのところの切り込みの部分にちょっとね、ブラックとか入れちゃえば、またちょっと全然印象も変わるでしょうし、何の問題もないですね。うん。いや、かっこいいと思います。めちゃくちゃかっこいい。ね。なのでちょっとね、どうしようかな。最初ちょっと素でいじっていきましょう。で、その後ちょっとこれくっつけていこうかなと思います。まずはね、ちょっと素でいじくって、まずここから戻し変形からスタートするというね、はい、形でちょっと進めていきたいなと思います。おー、いいね、いいね。ちょっと、あれですね、今開けたばっかりですけど、ちょっと緩いっすね、関節が。うん。ちょっと緩さを感じる。まあ、こんな感じでね、ちょっと適当にパスパスやっちゃってますけれども、はい。こう。こっちはこのままでいいのか。これが、もともと元になった、ウルトラマグナスのね、素体を使っているんで、こいつ自体の変形工程はね、あれなんですよね。ウルトラマグナス準拠というか、なんですよね。およ。だからちょっと、ギャラクシーコンボイは変形化の仕方が他のコンボイと全然違うんで、まあ、若干ね、違和感があるんですけれども、そこはそこっていう感じでね、うん、やっていきたいなと思います。ここら辺なんかもね、本来はこれ腕になる部分なんですよね、これ。だけど、今回は腕自体はね、後ろに回しちゃう感じのコンボイの変形の仕方なんで、本来こう腕のパーツになる部分っていうのが、うん、なんだろう、元のギャラクシーコンボイの時は意味ある形の変形のね、仕方だったんですけど、今回はちょっと、それとはね、ちょっと一線を画すような、ギャラクシーコンボイとはいえ、うん、なんかこう、そのギャラクシーコンボイの、うん、まあ、変形工程にはあんまりこう準拠しないような形。あくまでもウルトラマグナスのリデコとしてね、ウルトラマグナス的な変形をするっていう商品になっております。でも、副産物として、なんだろう、このキャブトレーラーだけの単体変形っていうのも成立するんですよね、このギャラコンは。元のデラックスって、足がね、すげえ長いんですよ、バーンと。だから、単体での変形っていうのは実はあんまりこう、成立してなくて、あくまでも、後ろのね、アップグレードをする、パーツも込みの変形っていう感じだったんですけど、今回のこれは、元がウルトラマグナスなんで、単体変形と後ろのトレーラー部分っていうので、しっかりとね、役割分担ができるっていうのは、非常にいい部分だと思いますね。
久しぶりだから忘れちゃった。どうやんだっけ。あ、こうだ。こうですよね。こうですよね。こうだ。で、えーっと、で、これがこうだから、こうか。こうで、こうのこうだ。で、こうのこうか。で、こうか。で、こうですね。で、えっと、すいません。僕もめちゃくちゃいじるの久しぶりなんで忘れちゃった。えっと、こうして、で、こうですね。こうだ。いやー、意外と覚えてないもんですね。で、えーっと、こいつが、こうか。で、これが、まあ、こんな感じでしたよね。いや、予習してないからな。あれ、どっか散った。はい。で、いや、ちょっと、これで、ここがこう合わさりゃいいんですよね、要は。よいしょ。どうやったっけな。こうだ。はい。こんな感じで合わせて、で、ここと合体ですよね。そうそうそう。ここと、ここを、ここで合わせる。すいませんね、なんかまさかここでつまずくとは思ってなかった。最初のところで、こうですね。こうだ。よいしょ。すいません、ちょっといろいろわちゃわちゃしておりまして申し訳ございません。よ焦るとね、あれこれ、どこだ。意外と。いや、これで。はい。ということで、はい、こんな感じで、
こんな感じの状態で、ここに合体させるわけですね。はい。まずは、このバーにかませると。このバーに軸をかませて、で、足をこの軸に挟むんですね。で、サイドのここでアタッチ。ウィングをアタッチ。ああ、できた。はあ、やれやれ。で、この銃はお好みの場所にって感じなんですよね。確か。なんで僕はちょっとここに挟んでおこうかな。はい。わあ、ようやっとできました。トラックモード完成です。いや、すいません。孫つきまして。はい。ということで、トラックモードが完成いたしました。いやー、これね、もともと、ウルトラマグナスのリデコ品ということなんですけど、いや、よくできてますよね。うん。ちゃんと、ギャラクシーコンボイのビークルを、僕なってます。すごく。で、またね、この中が、ちゃんとね、こう、拳を隠すカバーなんかもちょっとあったりなんかしてね。うん。非常にこの、特徴的なギャラクシーコンボイのかっこいいビークルモードをすごくよく表してるなと思います。ね、これ用に作られたわけでもないのに、うん、よくこれできてますね。元のギャラクシーコンボイのビークルモードってすごくね、かっこよくてでかいんですよね。うん。で今回のこちらは一応リーダークラスなんですけど、まあ、うん、少し小ぶりというかね、うん、だからどちらかというとボイジャーっぽい感じの、はい、サイズ感で遊べるので、非常にね、手頃です。だから、すごくね、遊びやすいサイズ感ですね。うん、でかすぎない。ただ、一点、このビークルモードで、マイナス点があります。で、このマイナス点何かっていうと、このね、ギャラクシーコンボイの、まあ、特徴の一個でもある、フライトモードがね、再現できないんですよ。これはね、めちゃくちゃマイナス点ですね、僕の中では。ここはね、ほんとちょっと正直、マイナス点です。何かっていうと、元のやつって、こう、ウィングをこうやってね、開いて、でかいウィングで、飛行モードみたいにすることができたんですよ。ただね、こちらは、一応こう開くことはできます。で、ここで、ロックは知っているんですけど、よこの足のここでね、ロックはしているものの、接続自体は、このね、でかいバーンとかませたり、足でね、両サイから押さえ込んだりしてるんで、一応、このクリックがこのロックがなくても、接続はできるんですよ。なんですけど、いかんせんね、ここの回転がないんですね、こいつは。だから、ここまではできるものの、こっからできないっていうね。だからね、そのジレンマありますね。なんか、やりようないかな、フライトモード。なんか今ちょっと、
ちょっとなこうか。ちょっと厳しいか。こんな感じのなんちゃってフライトモード的なやつは、いやでもちょっとかっこいいですね。ダメだな。という感じでですね、ちょっと残念ながら、こちらのね、フライトモードは、ちょっと再現できずですね。ここはね、すごくマイナス点だなと思いました。やっぱギャラクシーコンボイを歌うのであるならば、やっぱりこのフライトモードはね、再現してほしかったですね。完璧じゃなくてもいいから、ここのね、ウィングのここの軸に回転を1個入れてくれれば、それっぽくなったんですけど、ちょっとそれもなく、という感じですね。でもそれ以外はすごくいいなと思います。モールドもね、すごく細かく切られてて、すごくかっこいいです。ね、ここもクリアパーツでできてますし、かっこいいですね。で後ろはね、ちょっと、ウルトラマグナスだなっていう感じなんですけど、でね、足もね、こうつま先もちょっと固定なんで、少し斜めに切られちゃってる部分はあるんですけれども、でもそれでもね、なかなか、遊びやすくて面白い、ビークル形態だなと思います。さあ、ここからですね、単体変形をしていきたいと思います。まずはね、ここ、ロックを外しまして、はい。ここロックを外しまして、で、ここのボックスですね、接続するための接続パーツがあるんですけど、この接続パーツ、一回ね、足で、両股で、両股でね、ここ、挟み込んでるんですけど、ここを外します。で、この腕カバーの部分、で、この後ろにですね、盛大な軸があるんですけど、この軸をものすごく噛んでるんですね。この噛んでる軸を外します。はい。そうすると、はい、後部キャリアと、キャブトレーラーの方を、取り外すことができます。で、後ろのトレーラー部分はこんな感じですね。はい。はい。はい、そうしましたら、こちらが先ほどのキャブの部分です。で、これはね、先ほども申し上げました通り、もともとね、ウルトラマグナスの素体をそのまま使ってる感じなんで、はい、こいつを単体変形のトランスフォーマーとして遊ぶこともできるのは、こちらのいいところですね。この CG 版のいいところだと思います。で、こちらもトランスフォームして変形させていきたいと思います。まずはですね、こちら、腕を前に展開します。はい、そうしましたら、足を下の方へ回していきます。はい。はい、そうしましたら、こちら、胴体をぐるりと回転です。で、胴体をぐるっと回転させましたら、はい。こちらの中に、フロントカバーを外しますと、中に頭部が入ってますので、こちらどんでん返しで頭部を出しておきます。はい、そうしましたら、
えーっと、こちらを下にありましたパーツを上に持ち上げてきまして、で、ここで上半身を後ろにスライドします。せーの、よいしょ。はい、そうすると後ろ側にスライドできまして、さあ、これで完成。コンボイだ、イェイ。はい、オプティマスプライムコンボイさんです。これ結構面白い変形ですよね。単純なコンボイ変形かと思いきや、結構ね、上半身の上下、前後スライドがあったりとか、あとね、こうバックパックのね、この持ち上がりの、エレベーター方式で持ち上がるのとか、あとこの軸がね、実は繋がってなくて、だからこうやって、軸でね、スライドで上に上げるなんていう、ギミックがありながら、こういうね、上半身の回転まであるっていうね、すごく考えられた変形で面白いなと思います。で、各所ね、しっかり稼働するので、で、またね、すごく扱いやすいですね。すごく七実合憲で扱いやすい。変にね、デリケートな部分もなく、乱暴にね、こうやって遊んでも、ポーズが取れちゃうというね、素晴らしいトランスフォーマーだなと思います。武器としては、先ほどのね、後部車両の先端に取り付いていましたパーツを取り外すと、こちらがね、コンボイガンになりますので、こちらを持って武器として使用したり、あと先ほどのね、この足に取り付けていたキャノン砲も取り外して持ち手武器として使用できますし、あとはこうやってね、背中側に取り付けて、こんな感じでガンキャノン的な感じの、はい、武装なんかもすることができます。なのでね、この単体、トランスフォーマー単体としても、かなりね、こう拡張性があって、いろいろ面白いですね。ただ、こちらに関してはですね、先ほども申し上げました通り、ウルトラマグナスが素体になってるので、顔がですね、いわゆるギャラコン顔ではなくて、普通のオプティマスプライムというか、コンボイ思想司令官顔なんですよね。でそこら辺はギャラクシーコンボイには振ってなくてですね、かなり割り切った感じの仕様になっております。まあ、これはこれでね、まあ、かっこいいからいいんですけどね。なので、ギャラクシーコンボイ顔で、こうね、耳がこう合体した時に立つとか、そういうギミックはないです。ね、マスクが上からせり上がるとか、そういうね、面白ギミックみたいなのはないんですけど、単純にこう、いろいろ5ミリ軸とかの、拡張性はいっぱいありそうなので、ここら辺をね、使って遊ぶのもいいなと思います。あ、すいません。こうかかとを出すの忘れてた。これかかとを出すんですね。はい。かかとを出すと設置性が非常に上がります。なので、まあ、いつものパターンなんですけれども、はい。みんな大好き、シックスガンですね。あ、シックスガンじゃない。コグです。みんな大好き、コグくん。コグくんパーツをこんな感じで、これはこれでいいか。
こんな感じで、これか。こんな感じでね、取り付けて遊ぶことも可能です。おー、できた。はい、こんな感じでね、はい。工具をつけて、アップグレードをすることもできます。おおというね、やっぱりこう素体が、しっかりしてて、シンプルなね、ギミックなんで、で、しかもね、こういうふうに5ミリの拡張ジョイントなんかもいっぱいあるので、こういうね、他のこういうパワーアップ系のトランスフォーマーたちを取り付けてですね、自分なりの強化合体プランみたいなのを考えてですね、遊ぶっていうのもなかなか楽しくていいですね。これは非常に有用かなと思います。またですね、まあ、これ、後ろの後部キャリアに関しましては、あんまりね、ギミックないんですよ。先ほどのね、ジェットパック、ジェットになるっていうギミックもないし、もうほんと特段なんもないんですけど、これね、実は可動軸は結構優秀でして、なので、まあ、折れ変形ですけど、こちらをですね、こんな感じで展開して、こうやるとですね、こんな感じにすると、はい、元のですね、ギャラクシーコンボイにありました、ギャラクシーキャノンモードを再現することはできます。なので、こんな感じで、はい、共闘歩的な感じでね、戦闘拠点みたいな感じにすることも可能です。おー、いいですね。他のトランスフォーマーと絡めて遊ぶ分にはすごく楽しいかもしれない。なので、まあ、この時点でのマイナス点としては、やっぱりこのジェットフライトモードがないっていうことぐらいで、あとはさしたるね、マイナス点はなく、むしろ逆に、こうね、ジョイントなんかも拡張性もすごく高いから、そこでね、遊びの幅が広がるっていう部分で、かなり遊びやすいし、楽しいロボ玩具だなという印象になります。いや、すごくいいですね。で、ここからさらにね、合体がありますから、ここがすごいですよね。単体で遊べるだけでなく、さらにここから合体もあるというね。これがね、ワンパッケージで特段何かを追加せずとも、このギャラクシーコンボイさえ買ってしまえば、あとはね、こっから先さらに合体遊びもできちゃうというね、このワンパッケージ感っていうのがすごくいいですね。これさえあれば合体遊びまでができちゃうよっていうね。ということでですね、これから今度はギャラクシーアップグレードをしていきたいと思います。いただいてますね、コメント。
えーと、男仮面ライダーセーバーさん。仮面ライダーギーツ9の SH フィギュアーツは1万1000円するのと、ネット販売で買えないのでやめています。自分は令和ライダー10周年でもしかしたら仮面ライダーアクションフィギュア発売すると思うので待っています。うん、仮面ライダーはいろいろ盛況ですね。うん。非常に素晴らしいと思います。山中幸雄さん、再来週に Amazon から無限版無双第1弾、第2弾2個買っているから届くのが楽しみです。ちなみに質問です。無限版無双と無限版ヒーローズ俺合体できるのですか？無限版ヒーローズのイーグルショットは3段階できるロボで、ロボモードと武器弓矢モード、そしてイーグルモードの3段階になります。なるほど、そうですね。無限版ね、無限版無双ね、第2弾がね、今後出るんですよね。うん。あれもね、なかなかかっこいいのが出てるから、第1弾と絡めて遊ぶとすごく面白そうですよね。僕も第2弾の発売に合わせまして、第1弾手に入れました。ね、だから、あれもね、生配信でやりたいな、なんていうふうに思っております。ちなみに、無限版無双と無限版ヒーローズの、無限ヒーローズの俺合体。どうなんですかね。僕自身実際にそこはやってないんで、なんとも言えないですね。うん。でも結構、試してみるのも面白いかもしれないですね。イーグルショットは3段階できる。そうなんですね。イーグルショットってなんかね、ちょっと名前が名前だけ聞いてパッとね、思い出せないぐらいの感覚なんで、ありがとうございます。教えていただいて。えーっと、男仮面ライダーセーバーさん、もしかしたら今年中に仮面ライダーストア、東京限定送風美重塗装バージョン、ディケイド、新作ライダーが来ると思うので、頑張ってコンプリート目指します。はい。いや、素晴らしいと思います。山中幸雄さん、弓矢モードのイーグルショットはとてもかっこいいでした。なるほど。男仮面ライダーセーバーさん、1995年に買ったコンボイメガトロンから大好きになり、テレビマガジントランスフォーマー特集夢中でした。そうなんですね。1995年か。じゃあ、かなり後年っていう感じなんですね。はあ、はあはあはあ、トランスフォーマー自体が何年からスタートしたんですっけ？いとこの兄ちゃんがダイアクロンから入ったんですよね。まあ、いっか。だからもう結構あれなのか。そうなんですね。でもまあ G1 からっていうことだからかなり古参ですよね。素晴らしいと思います。山中幸雄さん、かっこいいですね。ありがとうございます。やっぱりこれね、遊んでるといいものですね、やっぱり。チアさん、アップグレードパーツは TF 沼の水先案内人。いや、確かにそうですね。もう僕も多分この DNA のやつ出てなかったら、多分これ買ってないですね。買い戻してないですね。だからやっぱり、これアップグレードキットっていうのはすごいね。なんかこうだったらいいのになっていうのを、非正規でやってくれるっていうところね、やっぱでかいですよね。特にね、ハズブロ主導でやるね、リデコ展開って、やっぱ中途半端なのが多いんですよね。やっぱりこの展開する際に、商業主義的なね、ここを素体にすれば、コストは抑えて、いろんなバージョンを出せるっていう方に軸足を置きがちで、
本来備わってなきゃいけないギミックとかをオミットすることが多いじゃないですか。でそういうところを、サードパーティーが何とかしてくれるっていうね。この何とかしてくれる感っていうのが、すごくなんかこうね、痺れちゃいますよね。うん。それは本当そう思います。ライムさん、リデコとはいえよく落とし込めたなと思う。いや、本当そうですね。うん。まあ、各所にね、ちょっと歪みがあるっちゃあるんですけど、それでもよくここまでまとめたなっていうのは本当に、はい、思います。これはね、うん。なかなか、元のね、やつを、そのまんまね、リデザインしてくれるっていうのが一番いいには決まってるんですけど、ね、そうじゃなくて、ウルトラマグナスを素体にして、そこからの引き算でよくここまで持ってこれたなっていう、その努力っていうのは、なかなかこの、遊んでて、ああ、なるほどっていう感じでね、こちら側もね、その部分、この苦労を楽しめる部分がありますよね。うん。だからよくこれをね、まとめられた設計者の方とかね、よくできたなっていうふうに、はい、感心しちゃいますね。チアさん。ちなみにバンチさんは、ウルトラマグナスは白マグに装着するアウターアーマー式と、そのままトランスフォームする式、どちらがお好みですか？自分は前者です。ああ、もう、チアさんもおっしゃる通りです。もう、ちょっと僕は、その、後者のですね、そのままトランスフォームする式っていうのはもう全く意味がわかんない。まあ、トランスフォーマーの文脈で言うと、後者は、正しいっていうかね、ウルトラマグナスはただのトランスフォーマーっていうことなんですけど、そもそもウルトラマグナスはパワードコンボイなんで、コンボイのパワーアップ形態なんですね、あれね。だから、素体コンボイがアーマーアップしなきゃ、ウルトラマグナスとは言えないでしょという僕は思う派です。なので、チハンさんと全く一緒です。まあそうですよね、やっぱりね。もう我々は絶対そうじゃないですか。だから、この CG 版のウルトラマグナスとはまた別に、あったウル、変形しかしないバージョンのウルトラマグナスを素体にしたのが人雷、スーパー人雷のリデコだったんですけど、これはその煽りを食らって、スーパー人雷のリデコなのに、人雷に分離できないっていう、とんでもないことをハズブロはやらかしてるんですよね。で、これも DNA、多分 DNA、確か DNA だったと思うんですけど、近かったっけ？サードパーティーが分離できる、人雷を出してくれたんですよね。うん。だから、あれはね、サードパーティー込み込みじゃないと、スーパー人雷のリデコは成立しないっていうね。っていうところまで来ちゃってるんですよね。うん。いや、だからもうね、変形しないウルトラマグナスっていうのはもうほんと害でしかないですね。ライムさん、この間久々に出した、レジェンズのスーパー人雷の、足変形忘れてて危うく折るところだったり。あははは。ある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 。そうそう、スーパー人、レジェンズのね、スーパー人雷ね。そう、先ほどのそれ言ってたやつです。リデコし、ウルマグのリデコのやつですよね。あれはひどかったですね。うん。で、僕も今、お見せした通り、久々にやるし、何の予習もしないし、あの、あれも見ないんで、説明書とかも見ないんで、全く忘れます。忘れますんで、あれなんつってボキーなんていう風にならないように頑張ります。
チアさん、TFRR、久しぶりに触ると変形忘れる。遊んでるうちに思い出す。いや、ほんと、おっしゃる通りです。すいません、むあの、お見苦しいところをお見せいたしまして。孫ついちゃうところ、孫ついちゃってるところをお見せして申し訳ございません。仮面ライダーセイバーさん、超かっこいいです。未来、近未来感あります。わかります。よくできています。さらに超かっこいいです。幸せです。ギャラクシーコンボイ超かっこいいです。初代に似ていて素晴らしいです。いや、もうほんとそうですね。やっぱこう、遊んでてめちゃめちゃ楽しいですね。うん。で顔もね、コンボイ顔じゃんっていうのも全然気にならないですね。むしろ、このコンボイ顔のロボがパワーアップするとギャラクシーコンボイのかっこいい顔になるっていうのは、うん、むしろいい点かもしれないぐらいっていうふうに思いますね。ケイタさん、映画版の顔もいいんだけど、このコンボイ顔が好きだな。いや、まあね、やっぱりこの映画版ってやっぱりちょっと少しひねったかっこよさですよね。大人のかっこよさ。やっぱりこのど真ん中のかっちょいいはやっぱイケメン顔ですよね。で、イケメンマスク顔じゃないですか。ってなるとやっぱりこのコンボイのマスク顔っていうのはもうそのまんまね、男の子のかっこいいのど真ん中行ってますし、なんだったらギャラクシーコンボイってこれをさらに発展したヒロイック感っていうのがありますよね。うん、だからそういう意味で、うん、イケメン度合いで言ったらやっぱギャラクシーコンボイって、やっぱ、うん、随一だと思いますね。おと仮面ライダーセイバーさん。パワーアップ形態見たいです。超かっこいいです。いや、ほんとそうだと思います。今からちょっと頑張りたいと思います。ライムさん、昔どこかのレビューさんのサイトでフライトモードを再現したのを拝見したことが。そうなんですか。へえ、どうやったんだろう。これでこれ足外したんかな、ひょっとして。これ足外してやった臭いこれで、この状態で組み合わせたのかな、こんな感じで。でもだって接続こっちになるからな。こうか。こうでこうで、こうか。でも今度足どうやってくっつけるか問題が出ますよね、これで。こんな感じでくっつけるのかな。まあちょっと、検討します。ちょっと考えます。成功されてらっしゃる方がいるってことですね。ということはできるってことだ。正解さえ見つければ。なるほど。ちょっと、今後いじります。この生配信の後いじります。おとっ仮面ライダーセーバーさん、素晴らしいです。トランスフォーマーらしさがあり、大満足です。トランスフォーマー1984年にまずアメリカで発売してから日本で発売。アニメは1984年からスタートしております。ありがとうございます。情報いただきまして。やっぱそうですよね。うん。それぐらいですよね、やっぱり。うんうん。そうですね。だから1984年にアメリカで発売ってことなんですね。うん。で、まあ、それが、要は、ダイアクロンのカーロボットシリーズの、輸出ですよね。で、アメリカ版のカーロボットがトランスフォーマーとして、販売されたのが1984年ってことなんですね。うん。でも思ってたよりかは遅いですね。もうちょっと早いかと思ってました、僕。1980年ぐらいだったと思ってた。まあでもそうですね。ダイアクロのカーロボットシリーズ挟まないといけないからそんなもんか。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ライムさん、レジェンズスーパー人雷における PE から出た人雷プライムとかサードパーティーは、喉から手が出るほど欲しいを実現してくれる神。やっぱそうですよね。
ライムさんもお買いになられました？まあ僕はもうあれがないとレジェンズのね、陣雷は成立してないですね。元になったやつだけでは、ちょっとね、全く、あの、全く足りない。ということで、えーアップグレードやっていきたいと思います。まあ、今ちょっと外しちゃったんですけれども、はい。このね、ジョイントに、この足が合体してまして、この足がくっついてまして、このジョイント外すと、セパレートできるわけですね。で、こちらを外しまして、はい。これ外すと中に肩アーマーがあるので、取り出しておきます。ごめんなさい。これ固定方法忘れちゃったんで、あれなんですけど、ちゃんと収まります。はい。そうしましたら、こちら、外れたアーマーは下駄です。で、これね、おもむろにこの軸があるから、こうパタパタがね、できるかと思いきや、はい、ここ完全に接着されていて、ここは死に可動になっております。だからここを開くことはできません。ね。これは、ウルトラマグナスからの名残ですね。はい、こちらをですね、合体させます。で合体する際は単純にこの足にかぶせる形ですね。かぶせてパワーアップって感じです。かかとを畳んで、外装アーマーをサイドからはめて合体です。これで足が強化されました。はい、そうしましたら、肩アーマーですね。この肩アーマーをこちらにかぶせることで、はい、パワーアップされた肩になります。はい、そうしましたら、今度ね、この背中ですね。この背中のパーツ、取り外します。で外しましたら、このパイプパーツを広げまして、これがね、腕の前腕の強化パーツになりますので、こちらを腕に取り付けます。はい、こうすることによって、元のね、元のギャラクシーコンボイっぽさが、腕に出てきますね。この衣装がないと、やっぱりちょっとギャラクシーコンボイ感が薄れてしまいますので、なかなか、はい、考えられた、はい、構成だなと思いますね。頑張って再現してるって感じです。はい、そうしましたら、こちら背面のウィングアーマーですね。でこちらは、はい、このフロントパネルを起こしましたら、ここにね、胸のパーツが出てきます。で、こちらのキャノン砲を軸で後ろに回しまして、で、これを立てます。こんな感じですね。で、こちらは、はい、キャブ部分との接続パーツなんですけど、こちらを折りたたむことで、こんな感じで折りたたむと、はい、背中にぴったりと収まります。で、この空いたスペースに、はい、脚部とのジョイントパーツを収めます。これで、ピタッと背中にね、パーツ、接続部分が全部収まるんですね。これ気持ちよくていいですね。はい。そうしましたら、こちら。まず、上半身ちょっと前にずらしまして、その上で、はい。上半身を開きます。で、そうしましたら、コンボイ頭部を中に格納します。なんかここなんかね、元のコンボイ感があっていいですよね。ここになんかダイアクロン隊員を乗せたい。ダイアクロン隊員乗せたい癖がありますからね、僕は。はい。このようにして、はい、首なし用にしておきます。
で、そうしましたら、ちょっと細かいんですけど、ここの腰パーツ、これ回転させますと、このね、ライトの形が、ギャラクシーコンボイっぽい形になるので、パワーアップする際はこのようにどんでん返しにするそうです。はい。そうしましたら、まあ、足ですね。この足に、先ほどのキャノン砲を取り付けましょう。そうしましたら、はい、ウィングを接続です。よこれか。このユニットを下に下げまして、で、こちらに背中のバーに全面的にこのジョイントをかませます。はい。これでがっちり接続できました。そうしましたら、このフロントパネルを下ろしまして、このフロントでロックします。あれロックしない。あれここではめて、ロック。できました。ロックしまして、頭部を回転させれば、さあ、これで完成。ギャラクシーコンボイだイェイおー、できました。やっぱかっこいいですね。めちゃめちゃかっこいい。で顔がね、イケメンなんですよね。やっぱこのイケメンなギャラクシーコンボイを、さらにちょっとイケメンにしてる感じ。だからギャラクシーコンボイって、あれが出てたんですよね。元になったギャラクシーコンボイとは別にですね、なんだっけな。えっと、トランスフォーマーのギャラクシーコンボイの、パッと出てこないですね。出てきた。ハイブリッドだ。失礼しました。ハイブリッドスタイルバージョンっていうのがあったんですよ。当時、出てたものなんですけど、通常の段の、レビューしましたギャラクシーコンボイとは別に、そのスタイルがね、めちゃめちゃかっこいい、ギャラクシーコンボイが出てたんですね。で、これって、頭のね、パーツ、展開とかっていうのはオミットされてるんですけど、だけどね、それだけに、顔とかもね、めちゃめちゃかっこよい、スタイル抜群のね、コンボイ総司令官がね、出てたんですね。それの感覚に近いですね。であそこまで尖った感じのデザインにはなってないんですけど、うん。この頭部のね、変形とか、マスクせり上がりギミックとか、この横のね、角が展開するギミックみたいなのないんで、逆になんかこう結構かっこよさに触れてる感じがしますね。うん。だからこのギャラクシーコンボイってやっぱイケメンっぷりがメインのねトランスフォーマーだったりするから、この割り切りっていうのはむしろ逆にいいポイントかもしれないなっていうのはこの指示板を見て思いましたね。そしてね、このギャラクシーコンボイ。はい、代名詞のですね、ベスパーキャノン的なベスバーキャノンですね。ベスバー的な感じの持ち方をすることもできます。よこんな感じで
脇からですね、下ろして、はい、こんな感じで持つこともできるので、非常にね、こう、かっこいい武器の展開の仕方もできますね。で、なんだったら、このキャノンね、取れますんで、これをこう、肩とかにね、取り付けたりして、こんな感じの、フルバーストモードみたいなね、こんな感じの、はい、遊び方をすることも可能です。おー、これかっこいいですね。いや、素晴らしいじゃないでしょうか。というのが、CG 版のギャラクシーアップグレードオプティマスプライム、ギャラクシーコンボイの、はい、一通りのギミックだったんですけれども、ただ、やっぱりですね、ここですね、ギャラクシーコンボイの今回のですね、一番のウィークポイントは、やっぱこのね、展開した際に、ここがね、むき出し。ここがね、むき出しちゃってるっていうところに、一番のマイナスポイントがあるんですよね。というところで出てくるのがこちらというね。ということで、もうすごいいい字画になっちゃってるんですけれども、はい。今からちょっとこれを取り付ける遊びをしていきたいななんていうふうに思っております。さあさあさあ、ちょっとやっていきましょうか。こちらです。ドドン。よっ。はい、こんな感じでパーツが入っております。ね、こちらがパネルパーツですね。裏打ちパネルパーツと、はい、こちらがですね、追加された攻撃、武器ですね。それと、これが、交換用の足パーツです。おー、これすごいよな。本当に。素晴らしい。でね、これね、何がすごいって、これ、斧とハンマーパーツが、追加されてるんですけど、これね、余剰パーツなく、中に仕込めるんですよ。これすごくない？で、こちらがアップグレード版の足です。で、こちらが裏打ちパーツですね。ちょっと取り付けていきましょう。はい、まずはこちらですね。ちょっとこのパーツ取っちゃいますね。で、このパーツのキャノン部分に取り付けていきます。まずはこの短い方ですね。これは、このキャノンを取り外して、で、ここに差し込みます。これでカバーパーツ OK。で、そうしましたら、ハンマーですね。なんとこのハンマー、ここにこう差し込むでしょ。で、そうすると、こうか。こうすると、はい。こんな感じで、なんと、ここにね、収めることができるんですよね。これすごいよね。パネルがうまいことピシッと収まらないのは、なんだろう、仕様かな。こんな感じですね。おー、素晴らしい。
一応これ、くっついてる状態だと、あれですね。ちょっとここが斜めっちゃうのか。まあ、でも、元のギャラクシーコンボも実はちょっとね、斜めっちゃうんですよね。だからまあ、許容範囲かな。そして今度こちらですね。で、こちらは、上に差し込む形で収めましたら、これで裏打ちパーツが完成です。そうしましたら、ここも、このパーツをくっつけますと、はい、こんな感じで収まります。おー、これ素晴らしい。あ、これすいません。こっちだ。こうだ。こうですね。あ、これで、あ、こうしたら、まっすぐ入るわ。ごめんなさい。まっすぐ入ります。おー、すげえ。見てください。さっきね、ガランドだったところが完全に裏打ちパーツ入りましたよ。で、しかも、ここにね、追加された武器も入ってるんですね。いやー、これすごい。素晴らしいですね。そしてこちら。こちらは結構ね、つけるの大変なんですけど、足をね、外す。足を外すんですね、一回。そうしましたら、こちらを付け直します。よいしょ。えい。止まったかな？せーの。は。あ、怖い怖い。あは、はまりました。はまりました。そうしましたら、怖い。取れました。タイヤをですね、外さないといけないんですけど、怖っ。これは後で落ち着いてやります。はい。こんな感じで、これも後で落ち着いてやろう。破損したら怖い。はい、こんな感じでですね、足を交換しますと、こんな感じでね、足が伸びるんですね。だいぶ長くなります、足が。で、合体、これは、単体変形時の足ですね。で、合体する際は、こちらのパネルを展開します。で、そうすると、こういう風な膝当てアーマーみたいなのが出てきまして、で、これが元になった、元のギャラクシーコンボイの膝のデザインなんですね。これ、アップグレードする前は完全にウルトラマグナスの足なんですよ。それに対して、きちんとギャラクシーコンボイデザインの足になったということですね、これで。で、これを先ほどと同様に、合体させまして、あれ先ほどと同様に、はい、合体しました。そうすると、ほら、さっきよりも全然ギャラクシーコンボイ感が増しましたね。いや、これは非常に素晴らしい。やっぱりね、まんまウルトラマグナスだったんで、この部分がね、ちょっと解消されるだけでもだいぶ違いますね。
これちゃんと噛んでるのかな。すいません、なんかね、意外と、はまりました。おー、足が伸びた。そして、先ほどの背面パーツを合体させまして、合体させまして、うまいこといかないぞ。合体して、こうですね。はい、ということで、アップグレード完了です。じゃじゃん。おっと、外れた。アップグレード版ギャラクシーコンボイだイェイおーできましたおーさっきよりも格段にスタイルが良くなった。これはかっこいい。先ほどよりもだいぶスタイルが良くなってますね。はあ、はあ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 、素晴らしい素晴らしい。あ、ちなみにそうだ。ここに、かかとパーツあるんですけど、これ展開をすると、後ろに倒れづらくなります。おー。これめちゃめちゃいいですね。やっぱりこれいいわ。で、ちょっとね、膝アーマー、こうやって立てると、なおかっこいいね。これは素晴らしい。そしてちなみに、追加された武器を持たせますと、これですね、アックスですね。これ展開すると、アックスパーツになります。そうすると、はい。近接武器がなかったんですけど、おー、結構大ぶりなアックスを持つことができます。おー、これいいね。しかも余剰なし。これ熱いよな。いや、ちょっとね、素晴らしすぎる。これハンマーも持たせましょうか。こちらですね。ピコピコハンマー。おー、かっこいい。いや、素晴らしい、素晴らしい。いやー、これはいいね。かゆいところに手が届く。これはマストです。これはマストだわ。いや、これは恐れ入りました。めちゃくちゃかっこいいです。なるほどね。楽しい、楽しい。もうあとは、この先ほどね、おっしゃられてた、フライトモードを折れ変形でなんとかできれば、もうこれ完璧ですね。これは完璧。いや、ちょっと嬉しすぎるな。これなんかちょっと、しばらくこれで遊びますね、きっと。おそらくこれで今夜は遊び倒すでしょう。
うん、楽しい。ちょっと、時間の兼ね合いでちょっとか、ね、割愛しちゃうんですけど、これね、この足も結構楽しくて、あの、これが、パワーアップするとき用の足なんですよ。で、単体変形の時はこうなんですね。でもこれこのまんまだと足長すぎて、後ろのね、コンテナの部分との合体ができないんですね。で、そのために、ここね、開いて、なんと、トレーラー時には、ここがね、クランクで、縮むっていうね。縮むんですよ、これ。すごくないこれ。で、で、ロボ時にはこうやってクランクで伸びる。で、こうタイヤが、こう前にこうやって一列ずれてですね、前方方向にタイヤが一個ずれてくれるんですよ。このね、至れり尽くせりギミック。だから、これ、3パターンで別々の足の形状になるというね。なんでこの面白ギミックを積んでるんですね、実は。これもね、ちょっとご紹介しようかなと思ったんですけど、ちょっと時間が足りず。申し訳ございません。でもこれね、パワーアップ時でこの足伸びただけでやっぱすごいかっこいい。まあ、これも、先ほどにね、お話しした、あのなんだっけ、ハイブリッド版な。ハイブリッドスタイル版のギャラクシーコンボイっぽいですね。印象的に。やっぱ足伸びて、やっぱスタイル良くなって、顔もバリチョンかっこよくって。いや、これは、しかもね、近接武器まで持ってるというね。しかも変形するとき余剰パーツゼロという。いやー、これ完璧。これは楽しいわ。完璧です。ということでですね、こちら、こんな感じの、はい、非常に素晴らしいギャラクシーコンボイでございました。ね。と、今夜はまだここでは終わらないというね。今日はちょっと、ね、盛りだくさんなもんですから申し訳ございません。今日、まだ終わんないよっていうね。本当はまだまだもうちょっとやりたい。これ、だって、ここまでやってますけど、まだまだ全然、アタッチメントジョイントね、いっぱいあるんですよ。ということは、ここからさらにパワーアップもできちゃうっていうね、というところなんで、ね、例えば先ほどのね、コグちゃんみたいなもんをいっぱいくっつけることもできるわけです。こういうのをね。うん。ね、こんな感じでここにこうやって取り付けるっていうことも可能ですよね。うん。まあいいや、ちょっととりあえず後で時間があったらやりましょう。という感じの、はい、良さが1個と、あと先ほどね、言っていたこいつ、ダダーン。おーまた今度は CG 版とは、一線を画すこのド迫力。ド迫力。ね、で、前回の生配信の時は、後ろのね、ウィングパーツを、取り付けましたよっていうところで終わってたんですけど、本当はね、ここにね、ライガージャックを取り付けたかったんですよ。で、ライガージャック取り付けるってことは、このね、あの、ソニックボンバーの取り付け方もちょっと変えないといけないんですね。うん。なので、ちょっとね、前回やった生配信とはまた別の形の、はい、パワーアップ方式になってるんですが、
いや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 。で、ここにですね、ここに今夜は、ダダーン。こいつをもう一体盛りたいと。この状態すら生配信では初めて出してるものなんですが、さらにもう一段合体するというね。はい。ということをやっていきたいと思います。まずはこちらですね。はい。ライガージャック、こちらを変形させます。まあ、これはね、以前やった通りなんですが、まずですね、実は腕を取り外すんですね、こいつ。よいしょ。よいしょ。これが勝手んだわ。はい、取り外しました。はい、そうしましたら、こちら頭ですね。この頭を前に倒すと、たてがみの中に完全に隠れるんですね。よいしょ。はい。隠れました。ね。はい、そうしましたら、よこいつを、こうしまして、で、ここに穴があるんで、先ほど取り外したですね、この腕を、この穴に取り付けて、本来はね、ここ、あれを差し込んでね、自動展開ギミックを、で遊ぶもんなんですけど、ちょっとね、フォースチップなくなっちゃってるもん、付属してないもんですから、このまま、力技で、はい、開いてしまうのですが、はい、こんな感じですね。はい、これで腕の完成です。で、そうしましたら、こちら、ジョイントを、こっちか。こっちに移動させておきます。これ、すごいですよね。右にもできるし、左にもできるんですね。だから、こっちにもこっちにも取り付けられるような仕様にそもそもなってるんですよね。これおしゃれ。はい、そうしましたら、こちらですね。こちらの合体させていきます。まず一旦、ソニックボンバー取り外しまして、で、こちらの腕も取り外します。こちらの剣も取り外しておきます。はい、そうしましたら、フォースチップ外れた。よはい。こちらを取り外して、よはい、取り外します。そうしましたら、コンボイの腕を後ろ側に持っていってですね、よいしょ。はい。背面に全部持ってきちゃいます、腕を。で、その上で、バックパック取り付けて、そうしましたらこちら。おおライガージャックをもう一体、イグニッションおおそして、バーを上から接続。よ。あ、これ後ろか。こうか。
こうでいいんだよね。こうして、これ、よいしょ。あ、もうちょい前に出せばいいのか。よっ。これでこれ、この、こう来て。すいませんね、ちょっと孫ついております。まあいいや。こんな感じで。ダブルライガー。コンボイだー。おおすいません、孫つきました。おおすごいド迫力。おおすげえ。めちゃんこでかい。やっぱこれね、相当やばい。うわー、これ、かっこいい。かっこいい。うわ、これすごいね。いや、これがやりたかったんですよ、ほんと。そして、この上からさらに、ソニックボンバーを取り付けまして、はい。剣を取り付けまして、こっちか。おー、これで、完全版、ライガーソニックコンボイだイェイダブルライガーソニックコンボイパーフェクトモード。うおー、すげー。かっちょいいちょっとこれやばいね。出ました。これはすごい。めちゃくちゃかっこいい。このゴテゴテゴツゴツ感。いやー、これはすごくいいね。
いや、これは素晴らしいです。いやね、ギャラクシーコンボイはね、これがやりたかったんですよ。そもそも。でね、前回の生配信ではね、まだここまで到達できなかったですね。うん。いや、これが完璧版。あら、これ、やばいな。サムネどうしよう。どっちを優先すればいいんだ。いや、これだけでもう生配信いけたな。しまった。これ超いいな。これがメインディッシュぐらいにかっこいいぞ。いやー、これやばすぎる。いやー、これ、ちょっと、なんか、なんだろう。夢が一個叶った。そんぐらいちょっと興奮してます、今。ちょっとこれ困るね。これどうすりゃいいんだ、これ。こうやってサムネにすりゃいいのかこうやって。こういう感じ。おー、おー、なんていう幸せな絵面。いや、これはちょっと素晴らしすぎるね。いや、これはちょっとトランスフォーマーの一個の境地を見てるんじゃないでしょうか。うん。トランスフォーマーの可能性です。いや、今夜もなんか最後の最後、ちょっとすごい展開になりましたね。最初はどうなることやから、どうなることやらと思ってましたけど、いや、これちょっとやば。えっと、あ、いっぱいいただいてました。失礼いたしました。えっと、どこまで読んだんだっけ。チアさん、これぞアドオンパーツの真骨頂。あ、こちらですね。ありがとうございます。いや、もうほんとそうね。アドオンパーツね、これ、あるとないとじゃ大違いだね、やっぱり。うん。やっぱかゆいところにほんと手が届いてる感じ。いいですね。うん。130%って感じになります。150%って感じですね、これ。ケイダさん、かっけえ。追加武器も良き。ありがとうございます。ね、これね、本当に、やっぱ近接武器がないんですよ。やっぱ外国ね、だと、やっぱりこう、近接武器よりも、やっぱ射撃武器の方に重きを置きがちじゃないですか。でもこのね、近接武器をちゃんと用意されるっていうのはやっぱでかいですよね。ああ、もう圧倒的にこっちの方がかっこいい。うん。またこのね、両馬剣じゃない、ソードじゃないっていうところも、なんかこうね、コンボイっぽくていいですよね。外国っぽくていい。おとかめライダーセイバーさん、アップグレード版ギャラクシーコンボイ超かっこいいです。大満足です。幸せです。アックス持ち、さらにかっこいいです。ねえ。このやっぱ武器はやっぱね、すごくいいですね。しかもね、余剰パーツがどの形態でも出ないっていうのがもう素晴らしく素晴らしい。
チアさん、非正規といえば TF スーパーリンクのスペリオン用のアドオンパーツや、ヘケヘケコンボイ用のアウターアーマーを思い出します。もうね、いわば、こういうのの外装パーツ的な感じでね、本家がやり始めてましたけど、そもそもヘケヘケの時に、ヘケヘケって変形コンボイっていうやつが、変形トランスフォーマーっていうシリーズがあったんですけど、で、この時に出てきたコンボイ総司令官のリメイク版がすごく出来が良くて、めちゃくちゃヒロイックでかっこいいんですよ。で、その時のもう、最終到達地点ぐらいに言われてた、バージョンのコンボイがあったんですけど、このコンボイに、アップグレード版で、アウターアーマー的にね、外装パーツが取り付いて、はい、ウルトラマグナスになるっていうね、パワーアップ用のウルトラマグナス外装パーツみたいなのを非正規で出したんですよ。で、これがめちゃんこかっこよくて、で、当時そういうのがなかったんで、もう、すごい一大センセーショナルなやつになりましたよね。うん。で、僕もね、あれ持ってます。ヘケヘケも持ってるし。で、ヘケヘケはジェットファイヤーとの俺合体っていうのもまた一つね、一個でかいのがあるんですよ。だから、ヘケヘケコンボイって超すごくて、だから、ジェットファイヤーとの俺合体でね、2体で強化合体するっていうのも、はい、超話題になりつつ、さらにそいつを素体とした、はい、サードパーティーから出た外装パーツ取り付けて、ウルトラマグナスへもパワーアップもするというね、もうめちゃくちゃ優れた素体だったんですけど、はい、そういうのがあったんで、やっぱこのね、サードパーティーっていうのはそういう素晴らしいものは素晴らしいですね。うん。ケイタさん、素敵な、変形機構すぎる。いやもうほんとね、かゆいところにめちゃんこ手が届く。いやーでね、やっぱこう足がね、この膝1個分伸びるだけで、もうね、かっこよさが全然違いますね。うん。やっぱりこれはサードパーティーの、うん、このアドオンパーツ込みで、やっぱり考えた方が幸せになれると思いますね。フォトカメライダーセバさん、ド迫力で素晴らしいです。ダブルライガーコンボイかっこいいです。素晴らしいです。こちらですね。もちょっともうびっくりしちゃいました。僕自分でやってて。こんなかっこよかったっけみたいなね。めちゃめちゃいいですね、これ。チワさん、言葉にならないボリューム感。今じゃやれないかも。そうですね。いや、これは、今の時代で出るイメージが湧かないっす。やっぱりね、ああのじ、古き良き時代ですね、これは。古き良き時代だわ。うん。この仕様は多分出ないっすね。でも、これ多分出そうと思ったら、多分4万5万じゃ効かない気がしますね、今の時代。だからこれがね、子供の手の届く範疇で買えた時代っていうのはもう多分来ないでしょうな。いや、すごい時代でしたよ、本当に。いや、これは本当ね、おしっこちびっちゃいますよ。かっこよすぎる。ね、チアさん、かっこよ。迫力、シルエット。スネマさんか。失礼いたしました。スネマさん、かっこよ。迫力、シルエット、色、すべてがやばすぎてやばい。いや、もうほんとね、あの前の生配信で、余剰なし全合体ソニックコンボイやって、そこで終わってたんですけど、その時点でめちゃめちゃボリューム感があって、超絶大満足だったんですけど、やっぱ時間の兼ね合いでライガー合体は、ちょっと、やめときましょうになったんですよ。で、後日、ライガー合体させてみて、おー、すげーなんて思ったんですけど、二体合体って今日初めてやったんですけど、これ我ながらやばいなと。
やばいもん出してきたなと思いましたね。これはちょっとね、おしっこちびっちゃいますね、これマジで。この、このヒロイックなボディにこの異形感。本当に。すげえイケメンがバイオハザードのクリーチャーになったみたいなその外したかっこよさ。これですよね。うん。これ真骨頂って感じですね。しかもね、もうごってごてにごて盛りして、なんだろうね、このかっこよさ。ね、ペーネロペーとかにも言えるような感じのかっこよさ。うん、ありますね。ごてごてかっこいい。そして外したかっこいいを、なんか全部持ってる感じ。全部盛りっていう感じがして、もうちょっと言葉になんねっす。めちゃめちゃいい。チワさん、サムネは2体並べましょう。本当ですね。もったいないんで、これ両方もったいないんだよ。両方主役だからな。いや、なんか、ライガー、もともとやっちゃったやつにライガー1個付け足しましたで、生配信一発は厳しいかなってちょっと思っちゃってたんですよ。でもやりたかったんですよ。だからこいつをやるのに、おまけでみたいな感じで考えた僕がバカでした。ちょっとおまけのボリュームじゃねえ。ケイタさん、できればサムネでも両腕見えるようにしてもらいたい。確かに。難しいね。アングルむず。で、そうなるとこうなりますね。こうか。こうかな。こんな感じこんな感じになりそう。これでいこうか。これでいきましょうか。ね、アックスも見えるしね。足ちょっと長いのもわかるでしょうに。で、腕2つある。全合体してる。これ、グッド。これでいこう。チアンさん。シージギャラコンにワイルドキングのライオン2体で疑似ダブルライガーは無理か。なるほど。ワイルドキングか。ワイルドキングでもワイルドキングちっちゃいかもな。ちっちゃいかも。ちっちゃいかもな。もう、一応ワイルドキングね、近くにあるんですけど、ちょっと取り出すとバラバラガシャンしそうなんで、ちょっと今やめときます。でも、もしかしたら、でも、ちっちゃい腕はできる。ちっちゃい、この腕に増装することはおそらく可能ですね。ダブルライガー、面白いですね、それ。面白い。ちょっと、それも、ネタですね、ネタ。いいネタ。おとかめライダーセイバーさん。完全版ライガーソニックコンボイ超かっこいいです。わかります。今日はありがとうございます。幸せです。いやー、ありがとうございます。もうね、これができただけでちょっと僕は今日幸せです。幸せな気持ちになっております。ライムさん、完全版やばいっすね。片方が、ブラックライガーなら中二心が、中二心が。ありがとう。いやー、そうなの、ブラックね、欲しかったんですけどね。ちょっとね、現実的な値段で出たのを見たことがない。そしてね、弾数もほんと恐ろしいぐらいないんですね、ブラック。いやーね、僕が、手が出るぐらいのお財布事情的に手が出る程度の値段内で収まるブラックライガーが見てみたい。できたら超かっこいいね、それこそ。でも、なんだろう、両腕とも、ゴールドというか、の両腕ってのも、やっぱ迫力違いますね、全然。だから、なんだろうな、このギャラクシーコンボイって、このね、キャノン砲の形状を、除けば左右対称なんですよ。
結構左右非対称っていうパターンが多いじゃないですか。その中において、左右対称でちゃんとかっこいいっていうのをギャラクシーコンボイ出してるんで、そういう意味では左右対称のライガーっていうのも、また一つ正解なのかなと今日思いました。うん。これはこれでめちゃめちゃ大正解かも。いやー、ということでね、今回はめちゃくちゃ幸せな配信にさせていただきました。ありがとうございます。皆様のおかげで、ちょっと幸せな気持ちにさせていただいております。いやー、ギャラクシーコンボはね、ほんと僕の中では、レジェンドなトランスフォーマーの一つだったんで、こいつのね、最終究極系が今日誕生したことにね、ちょっと僕はね、興奮しております。これはちょっと、今週いっぱいこすり倒しますね。あとはね、ちょっとこいつをもうちょっとブラッシュアップして、いろいろ遊んで、いじくっていって遊びたいなと思います。本当はね、実はもうちょっと一物あって、こいつをパワーアップして、CG 版ソニックコンボイできないかなとか、そういうね、ことを思ったりしてみたんですけれども、今回はちょっと時間の兼ね合いがやばすぎるのでやめておきます。ということでですね、今回はここら辺でおいとまさせていただきたいと思います。チラさん、いつかマスターメガ様も、いやー、欲しいね。はい。お財布に余裕があったらちょっと考えていきたいと思います。ということでですね、非常に長い時間になってしまいましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。非常に幸せな時間でした。ね、また来週もですね、ちょっと今週に負けず劣らず、素晴らしいですね、企画を考えまして、はい、お届けできればなと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、配信の方、お付き合いいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今週は、ライムさんから、スパチャを頂戴いたしました。ライムさん、ありがとうございます。乾杯。いいもの見れました。お冷や代、ありがとうございます。ということでですね、来週も、生配信をやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆様お時間がございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバイ。またね